皆さんこんにちは、朝日です。今回の内容は西アフリカ自転車旅における最大の山場です。メンタルを病み、旅は中止になり、カバンを盗まれ裏切られ、所持金ゼロで逮捕寸前。そこから立ち上がるまでの6週間、最も落ち込んでいた期間の動画が全くないため、写真と副音声で進めていきます。それではどうぞ。テイスティングどうぞ。はい、朝日のカレーいただきます。ありがとう。あ、そういうこと。What did you use to make it bluey? flower. Yeah, just a little bit flour. およそ6週間一緒に旅をしたステファンと別れた後、セネガルの首都ダカールにてヒロ君の滞在するコリーナの家で4泊させてもらった。初めて体験した西アフリカのカオス、それについていけないことでメンタルを病んでしまい、旅をするより休みたかったことがこの時の心境だ。兄弟。兄弟や。兄弟。兄弟。 Now brothers. 兄弟。兄弟、乾杯。乾杯。自転車で旅して感じた西アフリカは、日常生活のすべてにおいて非常識が常識になる異世界だと思った。道路で譲り合う精神はなく、道はボコボコ、信号は無意味で逆走するバイクや車もいる。そして彼らの第一声で最も多いのは、現地語で白人を意味するトゥバブ、お金をくれを意味するカッドゥ、そしてチンチョンニーハオシノワ。これが日常の挨拶のようだった。なんで普通にハローって言えないのか、白人って呼ばれてなんて返事するべきなのか、そんなことを考え出すとストレスが溜まっていった。ついに子供が自転車を触ってきた時、他人のものを勝手に触るなと怒鳴ることも増えた。そしてまた疲れてその繰り返し。せっかく旅をやっているのにこんなにイライラしていたら、どこに行っても何をやっても楽しめる余裕がない。だからまずは彼らの常識になれる必要があると思い、そのために長く滞在できる場所を探していた。そんな状況をヒロ君やコリーナに相談すると、郊外にある農園を紹介してくれた。午前中だけお手伝いをして3回の食事がついて、個室で無料で滞在させてもらう。まさに求めていた環境。食事や滞在先、所持金について考えなくていい日々は、メンタルを病んでしまった原因にとことん向き合うことができた。アフリカのせいではなく、それについていけない自分の問題。こうして見えてきた答えはやはりお金。所持金がどんどん減っていくことへの不安、もしくはそれが不幸だと思い込む価値観の問題だと思った。自分の旅はずっと路上演奏で稼いで続けてきたので、それがアフリカで全く稼げなくなり、生きがいにしていた音楽もやっていない。過渡期というのもあるだろうが、それで旅を楽しめる余裕がなくなってしまったことは事実だ。さらに西アフリカの物価は思ったより安くはなく、セネガルから南アフリカを目指せば次の国から約1万円のビザ代が各国で必要になってくる。生き延びるだけならこの農園に居続ければいいが、アフリカ大陸を横断したいならせめて毎月5万円稼げるようにしないと難しいことは明らかだった。ではどうやってその収入源を作るか。旅をしながらできる仕事について調べていると、ウェブライターや動画編集代行のようなリモートワークに行き着いた。そこでいくつかの案件に応募していて思ったことは、やっぱり他人の動画なんて編集したくない。それなら自分の動画で本気を出す方がいいということだった。この心境の変化こそ、ヨーロッパに居続けていたら気づけなかったであろうアフリカ旅をやりたかった理由の一つでもある。これで釣れると思わんかったわ。ではどうすれば動画で稼げるか、そのアイデアについて考えていた。その時に見たのがサイクリスト仲間ピエールのインスタグラムのストーリーで、セネガルからボートをヒッチハイクして島国カーボベルデに行く船旅の映像だった。すぐにピエールに連絡して、これからカーボベルデに行く船長ベルナルドを紹介してもらった。しばらくしてお世話になったファームを離れ、
ベルナルドが滞在する船の元に向かった。 What is the next step? Next step? next step. Yeah. Wow. I go to Dakar again to take boat, ship boat to go to Cape Verde. Cape Verde. Okay. Yeah. Thank you for stopping by Gaspar. Yeah. セネガルには船で世界を旅する人が多く集まる場所がある。それが CVD と呼ばれる海沿いのキャンプ場だ。まずベルナルドと顔合わせをしてクルーが支払う料金や旅程の確認、これから乗ることになるボートを見せてもらった。お、メゾン。My boat is my house. Yes. Yes. Oh. Come in. 1, 2, 3 room. Ah, Shanghai. Shanghai. Yes. 2 person, 2 person, 2 person. Oh, okay. So maximum 6 6. persons. Yes. Toilet. Oh. Fridge. Fridge. Ah. Okay. So the electricity from solar. Solar. Mm. Yes. しかし最終的にベルナルドの船には乗らず、この後に出会う船長クリスティアンの船に乗った。理由はクリスが南米に向かう船長だったから。南米なら路上演奏で稼ぐこともできて物価も安いため、旅資金もメンタルも立て直すにはいいチャンスに思えた。こんにちは、朝日です。今ここはセネガルの首都ダカールです。アフリカ旅中断のお知らせです。カーボベルデに行く船長にはドタキャンすいませんって感じなんですけど、はい、ブラジル行きの船長の船に乗るということで今に至ります。セネガルからブラジルまで約30日間、クリスは長い航海だから一人で行くことは避けたいと言った。なぜ直前になって誰もクルーがいないのか疑問に思ったが、チャンスの神様は前髪しかないを思い出し、即答で乗ると答えた。結果は以前報告した通り、セネガルから約 100km を航海し、2日目には隣の国ガンビアにいた。30日分の食料で2万円ほどを支払ったが、その意味はなかったようだ。19th May 5月19日10時30分出港です。Okay, you don't touch it. Fishing trap. The trap? No, no. you check it. Yeah. Okay. The small white ball, same like this. There. Ah. No. There is no fishing trap. Banjul, Banjul. Banjul, the capital of Gambia. We're gonna stay one night at least here. You want to stay one night only? I don't know, up to you. No, I want to wait when the thunder is going. Ah, okay, so it's gonna No, be I 4-5 don't take days. I don't take a risk with Yeah, you. Because exactly, you don't have experience. exactly. But here, the life is more cheaper. Senegal. Good. ガンビアの
ラーメンロッジと呼ばれるヨットハーバーです。It's with the Shell mountain. オイスターシェルマウンテン。ラーメンビレッジ、ラーメンロッジ。Tu dois faire la vidéo, c'est pas problème. C'est pas C'est problème. un touriste. Ouais, mais il faut faire une vidéo comme dans les véhicules. Mais c'est pas comme ça. I think here change the euro. Yeah, you can wait here. Wait here. Wait Yeah. here. Okay. You want to buy dollars? No. No. 思わぬ形でガンビアに来てしまいましたけども、船で来てるからっていうのもあってめっちゃワクワクする。振り返ってみればガンビアに行くことはもともと決まっていた可能性もある。ガンビアについて数日後、乗っていた船が売却された時にそれを思った。価格は12万ユーロ、約1800万円。購入者のドイツ人は偶然現れて、それから3日後に売買成立。クリスは手付現金として2万ユーロを受け取っていた。その会話を聞いていた限り、本当に偶然売れたようにも思ったが、真相はわからない。とにかくこれで全ての荷物を運び出すことが必要になり、そのために小舟とお手伝いを2人雇って引っ越しを行った。そしてこの引っ越し作業中に自転車のサイドバッグの片方がなくなることになる。失ったカバンにはドローンやカメラ、ポータブル電源など電子機器ばかりが入っていた。仮に全て再購入するなら30万円あれば可能だが、アフリカではまず手に入らないし、例えばヨーロッパに戻ってポータブル電源を買ったとしても、大型リチウム電池は飛行機では運べない。とにかく犯人は雇った2人か陸で待機していたタクシーかクリスだ。タクシーはそれぞれ1台ずつ待機しており、朝日とクリスでタクシーの行き先が違っていた。これがまたカバンが盗まれているとは思えない状況を作ってしまった。タクシーの行き先が違った理由は、朝日がまだガンビアの入国スタンプをもらえておらず、船着き場から離れることができなかったからである。ただなぜクリスだけ先にスタンプをもらっていたのか。この時からクリスに不信感を抱くようになった。宿にチェックインしてカバンがないことに気がついたが、クリスの方にあると思ったのでメッセージだけを送り、その日は早々に眠りについた。翌日になり、スマホを充電したくなったが、アダプターがカバンに入っていたためそれができず、入国スタンプもないので買い物にも行けず、ようやくあのカバンを失った不便さを感じた。そしてクリスの返信は予想を超える内容だった。こちらにあなたのカバンはない。でも僕のカバンもない。それでパスポートも失ったので再発行のために明日帰国する。不信感は高まるばかりだ。アフリカ大陸で最小の国であるガンビアに各国の大使館はほとんどなく、その多くはセネガルにある。ただでさえパスポート紛失の手続きは大変なのに、ガンビアの医師から明日帰国するということは想像しがたい。クリスのことは一旦後回しにして、とにかくカバンを探しに行きたかったが、アダプターすら買いに行けない状態ではそれどころでないため、まず入国スタンプをもらいに行くことにした。そしてこの後、究極の2択を選ぶことになる。所持金ゼロか留置所か。早速移民局に行き、入国スタンプが欲しいことを伝えると、7200ダラシ、約1万8000円が必要だと言われた。
ガンビアのアライバルビザが7000ダラシすることはもともと知っていたので予想はしていたが、プラス200ダラシは手数料のようだった。しかし知っていたからこそ所持金が2万円ぐらいしかない状態で一人ならガンビアに来ていない。今回は船に乗っていたためどうやっても上陸を避けられなかったことを伝えたが、警察は冷静だった。ビザ代が払えないなら本来は入国できないんよ。乗ってきた船で出ていけって言いたいけどね、それが売れたなら無理でしょ。あなたの船長やってること、これ人身密輸業者と一緒だよ。事情がどうであれ入国しておいて払わないなら密入国者として牢屋に入れるだけ。牢屋の環境をその場から見ることができた。20人ぐらいが一つの部屋に収監され、自分で出前を頼む者もいた。おそらく食事は全て自費で賄うことになる。見るからに過酷そうな空間だった。ガンビアで留置所生活になれば経験としては面白いが、残った荷物や自転車なども失う可能性があることも考えると、現金を用意する方を選んだ。この時請求されたビザ代1万8000円を支払えば残高は2000円ほどになる。ガンビアの物価なら200円あれば満腹になるので、2000円残ればなんとか復活できるだろうと腹をくくったが、 ATM も容赦がなかった。これは西アフリカの多くの国でスタンダードになっていることだが、 ATM で1回の引き出しに上限が設定されており、 ATM 手数料で毎回100ダラシ約240円が上乗せされた。それに加えてカード側の両替手数料、これが過去最悪の上乗せで衝撃の 7%。 結局1万8000円分のダラシを用意するために実際の引き落とし金額はほとんど2万円になっていた。ここで所持金ゼロの定義について、それが全財産500円以下とするならこの時がまさにそれだ。少し前までは動画で稼ぐために頑張ろうとは思っていたが、機材や所持金をなくしそんな余裕はない。生き延びるためにたとえ日給500円でもやるしかない覚悟だった。とりあえずスタンプをもらえたことでやっと自由に動けるようになり、まずはスマホを使えるようにしたく、アダプターとモバイルバッテリーを買いに行った。ここでまたアフリカの洗礼を受ける。この時買ったモバイルバッテリーはスマホを 5% ほど充電したら空っぽになる偽物だった。そして充電アダプターは後日滞在先のガンビア人の誰かに借りパクされてしまった。これぞ非常識が常識になる異世界ということ。先進国育ちの警戒心のなさ、これも勉強になった。しかし辛いことが起きた後は必ずいいことが起こるもの。スマホが使えるようになったことで SNS でこのことを配信し、それによってみんなに救われた。まず5人の視聴者さんから銀行口座に直接投げ銭をいただいたおかげで、消耗した自転車パーツを交換し、再び長距離を走れるようにメンテナンスができた。そして幸運にもこの時ヒロ君がガンビアにいたので、ここまでの全てを話し、先々の国のビザ代のために現金で70ユーロを買いたいことを相談した。視聴者さんからいただいた投げ銭が口座にあるため、ユーロが買えればそれをヒロ君に送金するつもりだったが、こんな状況を見かねたヒロ君からの心意気で70ユーロは投げ銭としていただくことになった。さらに滞在先のホストファミリーにも交渉してくれて、サイドバッグを失ったことによる荷物運べない問題をカバーすべく、そこで1週間滞在させてもらい、本当に皆さんに救われた瞬間だった。ちなみにここまでの間、クリスは頻繁に連絡をしてきては状況を心配しているような素振りだった。そしてクリスはある提案をした。新しいボートを購入するから旅の再開は2ヶ月後の予定。それまでの滞在先はセネガル南部に住む友人を紹介できるから、それでもよければ一緒に南米に行こう。滞在費は無料でいいし、その後で船に戻らなくてもいい。とにかくこんな状況だからしばらく休んだらどうだ。もうクリスへの信用は1割ぐらいだったが、船旅をやりたい自分がまだクリスを信じようとさせた。セネガルに行くということは、もしそこで裏切られた場合、もうガンビアに戻るビザ代がない。その時に
そのまま自転車旅を再開できるよう物価の安いガンビアで準備を整えた。はい、こんにちは、朝日です。今ここは西アフリカ小国ガンビアです。日付で言うとですね、6月9日船でここにやってきまして、もう2週間以上経ってると思います。このサイドバック、こっち側片方ですね、丸々を盗まれてしまいまして、それで失った機材はもう帰ってこないし、また稼いで買うしかないんですけども、どうしてもサイドバック片方だけっていうのはバランスっていうの、荷造り的にも結構大変だなっていうのが一番なんとかしたい問題だったんですよ。でもアフリカで自転車のサイドバックなんて買えるわけもないんで、どうしようって結構悩んだんですけど、結局ですね作ることにしました。で今日それが完成したということで、セネガンビアと言われる海沿いの地区ですね、ヨーロピアン移住したセカンドライフを送ってる人なんかがたくさん住んでると言われる、お金持ちエリアだと思います。そこにあるクラフトマーケット、これ一番大変だったところを紹介しますと、サイドバックの後ろ部分ですね、自転車に引っ掛けるフックの部分、これをどうするかという問題で、鉄工所に行って扉の装飾になっているパーツをもらいました。それを切って加工して穴を開けて、それで自分でというか鉄工所の人に手伝ってもらいながら、こういう形の部品を製作しました。あとはですね、これをオーダーメイドしたカバンに装着して完成になります。どんなものが出来上がってるんでしょうか、楽しみ。さあやってきました。 Hello, how are you? You good? I'm fine, and you? I'm very good. Gonna park the bike somewhere? Yeah, park bicycle. And put the cardboard inside. Already? Yeah. Okay. If you have something where you want it, you can take this off. You just open it here. Maybe new hole is better. ということで完成品です。どうですか？めちゃめちゃいい感じじゃない？思ったよりもいい出来栄えで嬉しいです。これ総額かかった金額が1000ダラシなので2400円ぐらい。こっちのカバンが50ユーロぐらいしたんですよ。8000円ぐらい。やっぱり普通はそれぐらい値段するって考えてもめちゃめちゃ破格だし、ちょっとこういうパーツとか諸々の縫製が甘いなとか思ったんですけど、言って2400円なんで、お試しで思い出作り的にこういうものを作るならめちゃくちゃガンビアおすすめだと思います。セネガルでこういうの作った人のブログ見ると結構な金額払ってるなっていうイメージだったんですよ。あ、そうや、ついでにですね、こういうパスポート入れ的なポーチも作りました。これは100ダラシ240円です。安い。ということでこれでようやく荷物も全体的に運べそうだし、旅を再開できそう。こういうね、物の再購入とかそういう資金も視聴者様の中で投げ銭をいただいたおかげです。ありがとうございます。めちゃくちゃいい感じのハットじゃない？これなんと300ダラシ700円でした。ハンガリー人の船長に出会って、いろいろありましてブラジルには行かずアフリカ旅を再開する運びになってるんですけども、その船長のビジネスパートナー紹介でこのカサマンス地方に住む方のお家に今から行くっていう、そういう流れになっています。ガンビア3週間の滞在の後、セネガル南部カサマンス地方に向かう。自分の進行方向というのが第一で、そのついでにクリスの友人マルコを訪ねる。もしこれが本当だったら数日間滞在して様子を見ればいいと構えていた。しかし案の定、これらクリスの提案は全て配慮のように見せかけた嘘。朝日を早くガンビアから出国させるための作り話だった。マルコが住んでいるという村に行くと、急にクリスもマルコも音信不通になった。
そこが小さな村だったため、マルコという人物がいるかどうか村長にも確認したが、やはり答えはいないだった。念のためその日のうちはまだ連絡が返ってくるかもしれないと思い、村で一泊することにした。村長もこの状況を理解してくれて、家の敷地でのキャンプをさせてもらい、夕飯もごちそうになったが、やはり翌朝になっても返事は来ず、村長に感謝を伝えて出発。自転車旅の再開に意気込んだ。それにしてもなぜこんな貧乏な自転車旅行者を狙ったのか、結局の犯人は誰なのか、謎は多いままだが、今後一切クリスと関わらないことが確定してすっきりできた。これにて壮大で長かったストーリーは終わり、西アフリカ自転車旅の新たな冒険が始まる。はい、ということでいかがだったでしょうか。何事も続けることは難しい。本当そうですよね。ショックが大きかった時にやめずに進んで、今ほんまに良かったと思ってます。救ってくれた皆さんありがとうございました。ただやっぱりセーリングボートの旅ができなかったこと、これは心残りで、終わった後悔を後悔しても仕方ないんですけど、そういう思いを後悔することで、次後悔ない後悔に行ける、その効果はあるんじゃないかと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。さよなら。